生地に対する種の割合が多いですね。特にカンパーニュは 60% です。ほぼ種。ブリオッシュとかになるともっとじゃあ下がる。ブリオッシュとブロンは 40% ぐらい。何種類ぐらい生地あるんですか？生地今1、2、3、4、5種類。5種類は多いですね。ちっちゃいボウルに移しといた方がいいですか？でいただきます。やっぱパンか。
それ元の場所の方がいいね、はい奥に行っちゃうと行くね。そこもちょいこの辺いいんだよね。奥がいい時いいね。ちょっと良くない。さっきの顔してたよね。え？やっぱその農業してる人の話してる発酵ってもう本当それこそ100の100みたいな感じだから、農家さんの前でパンの話してたら虚しくなってきます。なんとちっちゃい世界なんだろうっていう感じがしてくるんで、まあそれはそれでまあ時にパンを焼くのはいいんだけど、ちょっとそういう世界も知らないといけないかなってここにおいて農家の方が早く上を行ってるってことですか？言ってますよ。もうはるかどころかもういややっぱすごいですよ。まあ多分ヨーロッパもパンはすごいんだと思いますよ。その畑からトータルで見ていくとそんだけの積み上げというか歴史と文化があるけど、残念ながら日本のパン屋さんにはないので、なんか日本にいながらなんかそういうのを学ぶとなるとやっぱもう稲作しかないですよね。なかなかないですよ、こういう業界も。作ってる方も買ってる方も何がいいパンなのかわからないっていうのは知らないっていう誰もそれで育ってないの。パンを主食にして育った人ゼロなので、ヨーロッパ行って見てきた人がいやこれが正解だぜって言ったらまあそれが通るたり、なんかフランス人の先生が来てこれがバケットだって教えたらそれを守り続けるしかないですもんね、判断基準がないから。蕎麦屋さんとかうどん屋さんとかあんまないじゃないですか、そういうのね。パンはもうちょっとメディアが煽ればそうだそうだみたいな、食パンだとか塩パンだとかなっちゃうから、そうね、ファッションと言わざるを得ない。オリジナルを発明する部分はゼロですよ。もうおこがましいというか、ヨーロッパ人がなんか結びの握り方でオリジナル出してくるみたいななんか感じに見られてると思いますよ、ヨーロッパの人から。だからかっこ悪いですよ、そういうパン作りは。だからもうちゃんと王道を真似して、むしろなんか向こうの人が忘れたぐらい王道のやつを真似しないと勝てないですよね。おっとは思われないですよ。